方南ローカルグッドブリュワーズは、商店街、方南銀座商店街と一般社団法人ビーンズっていう福祉の施設が一緒に作り上げた醸造所で、ビールを使って福祉が商店街を盛り上げるっていうのをコンセプトに最初設立されました。障害を持っている方が実際に醸造だったり充填だったり、ラベル貼りもして最後接客してお客様に届けるまでっていう作業を全部担ってやってまして、でその中で最初は働くことがに慣れてなくて難しかった方だったりっていうのがここで就労のトレーニングができて、最終的にはここで一人前になって立派に働けるようにってところを目指してやってます。はい、一部の方ですごい味覚に敏感だったり嗅覚に敏感だったり、何か違和感が起きた時にその違和感にかなり敏感だったりって方もいろんな特性がこう多岐にズバッと伸びてる感じで、そういうところで言うとコーヒーもそうなんですけどビールも同じで醸造だったりコーヒーの焙煎だったりってところに生きてるなって思うことは多々あります。はい、ビール醸造は実は最初は全く福祉がこの商店街を何か福祉で盛り上げられないかなっていうところを探した時に最初は全然ビールっていう発案はなかったんですけど、やっぱここの特産になるもの、方南町の特産になるものを作りたいよねっていうところからいろいろ考えて、まずコーヒーがやってて、で同じコーヒーのメーカーをやってるところからちょっと同じ液体っていうところでかなり作り方とか実際にコーヒーを焙煎してっていうところだと思うんですけど、麦も焙煎されてとかっていうところだったり、あとは同じコーヒーはコーヒー豆を抽出してますけどビールは麦芽を抽出してるみたいな形ですごい似てるところが多かったので挑戦してみようかなと、思いました。実はうちの一般社団法人ビーンズの代表が坂野匠っていうんですけど、坂野が本当に近くに昔一人暮らししてたみたいで、その頃に知り合った商店街の方たちの仲間たちとなんかこういうなんか一緒にやりたいよねっていうことを企画したらしいんですけど、その時にやっぱりこの方南町がこの福祉っていうものをすごい受け入れてくれる町というか、かなり寛容な町で、なんて言うんでしょうね、もうここが方南町が遊園地、もともと方南町を遊園地にしたいよねっていう計画が方南町遊園地計画みたいなのがあって、そういう結構面白いこともやってるし、こういうとこだったら僕たちものびのびと働ける、障害を持っている方も働けるんじゃないかなっていうところでこの方南町の地を選びました。実はビールの醸造をしているスタッフっていうのはうちの会社にはいなくてですね、なので本当にビール作りっていうのはゼロからスタートしたみたいな形なんですけど、そこにゼロからスタートしてさらに障害を持っている方たちにしっかりビール作りを学んでもらいたいというか、学んでもらうためにまずは僕たちがしっかりビール作りができなきゃいけないというところでゼロからスタートしたので本当に最初は修行じゃないですけどそういうのに苦労しましたね。僕たちのビールが地域に還元されていくっていうのが目的なので、まず流行りを追っかけるだけじゃなくてこの地域の方たちがすっきり飲みやすいとか流行りですごい香りがすごいあるみたいなビールだけじゃなくて昔ながらのエールビールを作ってますね。ローカルグッドエールはうちの看板のビールで、本当にクリアで麦芽本来のうまみを楽しめるようなビールになってます。苦味は少し抑えめで、町の方どなたでもすっきり飲めるようなうちの看板のスタンダードなペールエールっていうスタイルのビールですね。ユニバーサルエールはペールエールなんですけれどもアルコールが 1% の低アルコールペールエールになります。お酒が苦手な方でも一緒に乾杯できるようにっていうコンセプトで作られました。町の方々でやっぱりどうしてもお酒が飲めない方もいらっしゃるので、そういう方たちでも一緒に本当にどんな方でも一緒に乾杯できるようにしたいよねっていうところからできたのがユニバーサルエールです。パンエールは
飲む高級食パンっていうところをテーマにして作られました。日常の中の少し贅沢な一面っていうのを取り入れたくて作りまして、実際にパンを醸造に使用して作ってます。ホーナンレッドエールは、レッド IPA っていうスタイルでして、レッドエールに少しホップを追加IPA って言えるぐらいホップを追加して作ったのがホーナンレッドエールです。でこちらは街の商店街の人たちの顔がずらりと印刷されてまして、商店街の方たちの求める味っていうのを追求しようと思って作りました。でうちの商店街は居酒屋さんとかも多くて、そういう焼き物だったり揚げ物だったりっていうのに合うように、それに負けないようなビールとして結構パンチの効いてる香ばしさと苦みが特徴のビールです。はい、ホーナー IPA はこちらも町の商店街の方と一緒に何度も練って作ったものでして、先ほどのホーナンレッドエールが焼き物とか揚げ物に合うような結構パンチの効いたビールだったんですけど、こちらは和食とかお刺身とかに合うような少し爽やかな香りがするビールですね。白ぶどうとか白ワインみたいな香りのするホップをふんだんに使ってまして、和食の繊細な味に溶け込むように作られてます。シンプルに丁寧に作れるっていう設備を導入してまして、例えばボタン一つとかでポチッと押して出来上がるんじゃなくて、一個一個工程がこう区切られて全部分かれてる作業が多くなってます。タンク、最初にお湯タンクがあって、次に透過タンクがあって、その次に煮沸タンクがあってっていう風に全部オールインワンとかになっちゃってるような設備じゃなくて、実は全部一個一個分かれてる作業なので、それが一個一個教科書のように丁寧に作ることができるっていうのが特徴で、ここのタンクの設備になってます。うちのロゴなんですけど、まずホーナンローカルグッドブリュワーズと読みます。ちょっとここが J のような形にちょっと見えちゃって、よく城南って間違われちゃったりするんですけど、実はこの線っていうのは丸の内線の中野坂上駅から方南町をつなぐ支線になってます。でやっぱり町の人たちに愛着を持ってもらいたいっていうので、方南町がこの丸の内線の終点っていうのが多分この町の方は結構愛着というか思ってるかと思うので、ここに H と一緒にデザインしてみました。で名前も最後のブリュワーズのところにちょっとこだわりがあって、ブリュワリーとかブリュワーとかじゃなく、このブリュワーズっていう人をメインに大切にしてるよっていうのを表したくて、最後はブリュワーズにさせていただきました。ローカルグッドは地域貢献とかって意味があって、やっぱりこの街を盛り上げたいっていうのでローカルグッドっていう風にさせていただいてます。はい、ビール作りでは、まず横着しない、全て丁寧に作る、時間がかかってもいいから丁寧に作るっていうことを意識してます。やっぱそれがどっかで1個横着するとどんどん妥協につながって最後の味がぶれちゃうっていうところがあるので、まずそこを気をつけてます。あとは先ほどお伝えしたんですけど、障害を持っている方だったりビール作りが初めての方だったりっていうのが実際にはここで醸造を行うので、そういう方たちがビール作りが分かりやすくて参加しやすいような仕組みだったり作業の手順だったりっていうのを考えながら作ってます。はい、大変なことは、やっぱり障害を持っている方が働かれるので、その障害を持っている方がいかに何かこちらが一個手助けをしてあげることで普通の健常の方にも勝るような技術力というかを出せるようにトレーニングをしてて、そこが引き出せるようになるまでのトレーニングの時間がすごいトレーニング時間を大切に僕たちは働いてます。そこが一番面白いところでもあるし大変なところでもあるんですけど、そこがそうですね、大変なところですね。はい。
うちは瓶詰めも常にしてあって在庫もご用意してて、あとはタップをご用意してまして、1種類なんですけどなくなったら違う種類に変えてっていう風にしてるので、だいたい週替わりで1種類のビールが飲めるって形になりますね。一つ横着しちゃって何かが抜けたビールっていうのは本当に何か欠けちゃってるような味になって、そこが一番思い出に残ってて、ここの消毒をちょっと怠ってしまったってなった時に、やっぱり完成したビールはその怠った味になるし、それが一つ一つ丁寧にゆっくりでもいいので丁寧にこう作っていくと、やっぱクリアで飲みやすくて綺麗なビールっていうのが出来上がるなっていうのが印象的でした。はい、今年ちょうど7月で1年経つんですけども、1年間はこの美味しいビールを作るっていうことにすごい専念してきたので、今度はもっと地域に愛されて、もっとこの方南町で地域から少しずつこう輪が広がっていくようにうちの活動だったりビールの美味しさだったりっていうのを知ってもらえるような1年にしていきたいと思ってます。方南町で美味しいビール作ってます。待ってます。